だったら糧食はこれで十分だよね。あとは武器の補充分も積んでいけるかな。厳しいですが、なければどうにもなりませんし、なんとか持っていくしかありませんね。こんな時、ひよさんがいてくれれば心強いのですが。ひよちゃん？すごいの？多分この量の荷物なら3割は傘を減らせるかと。どうやるのそれ。私たちもよくわかりませんが、いろいろと工夫があるようです。まあこのくらいの荷物なら火を抜きでも何とかしましょう。そうでなければ我々の立つ瀬がありません。ですね。あとはその武器がどの程度の大きさか確かめないと。クラはこっちだよ。わかりました。りゃーちょやなかなかやり上がりますな。当たり前なのです。オヨノの実力はこんなもんじゃないのですよ。だったら次は馬で決着をつけ上がりますよ。望むところなのです。今度は負けないのですよ。カヤも来るのです。待ってよ二人とも。ここに。はっ。は？それはもちろんですが、食べようとは？よく熟した実のようですし、刃物など使わずとも手で十分に剥けるかと。桃を剥く刃物をご所望なのでは？いえ、そのような恐れ多い。何の働きをしたわけでもないのに、ご主人様から手ずからの品をいただくなど。とんでもありません。それにこれほど見事な桃であれば、後で皆様がお戻りになった時に食べても良いのでは？皆様もお喜びになるかと。ご命令とあらば。承知いたしました。どうかなさいましたか？もしかして何か鈍ったところでも？鍛錬は欠かしておらぬつもりですが。はあ。でしたらこれを。
主人様。まさか受け止めるとは思わなかったのら。やりやがるのら、完全に不意打ちが決まったと思ったのに。ちん、また名誉なことを言うやつなのら。やっぱりうろんのやつなのら。何の話かわかんないのら。うろんはうろんに決まってるのら。ご主人様、うろんとは怪しげでうさんくさいことの意味です。だから最初からうろんって言ってるのら。別に自分がそう思っているわけではなく、ただの言葉の意味というだけで。ご主人様。とにかくマラトトは新田圭介のことを認めてなんかいないのら。ちょいやまったく何をしているのかと思えば。これは春日様。ああ、構わぬ。お主も健介隊の一員なのだ。そうかしこまられるとこちらが気を使う。まったく節の話の途中でいきなり飛び出していくから何事かと思えば。何かご訓示を？ああ、次の戦いは今後の武田の趨勢を決めると言っても過言ではあるまい。故にしかと心構えをしておかねばと思ったのだが。それは確かに。ご主人様。案ずるな、どちらも遊んでおるだけだ。トトは後で説教だが。はあ。時にコナミとやら。は。お主は松平から夫殿のところに出向いておると聞いた。はい。そのお主から見て武田の草はどう見る？問いの意味が分かりかねます。言葉通りの意味よ。草同士の競り合いで我らに勝てるか？主の命とあらば出し抜く方法も考えますが、正直正面から当たりたくはありません。それは本心か？我が主は生き残ることが第一だと自分にお命じになりましたので。なるほどな、夫殿らしい。でっかいくせにチョコまかと。
トトは誇り高き武田の武人なのら、ニロもそんな誘惑に負けたりしないのら。はう。何をしておるのだ、夫殿。屈辱にゃのら。こんな屈辱を味わったのは後にも先にもこれが初めてなのら。もういらないのら。でも美味しいのら。貝の草の話を聞いておったのだ。ご主人様、我が方の火は何一つ漏らしておりません。よくありません。今日は味方でも明日はどうなるか。ご主人様、そういう意味ではございませぬ。進化の心、君主知らずとはよく言ったものであるな。案ずるな、夫殿。そこのコナミは我々の利になる情報など何一つこちらに渡してはおらん。草として見上げた根性だ。いえ、当たり前のことをしただけですから。では改めて夫殿に聞きたいのだが、良いのか？ではいただこうか。ほう、切にもそれをしていただけるとな。まさか。では遠慮なくご商売に預かろう。あーん。春日様。ほう、悪い気分ではないな。何やらひな鳥にでも戻ったような気分だ。もういらないのら。もう食べたくなんかないのに。そういうところがまだまだだというのだ。とんでもありません。良いではないか。お主こそ夫殿の妻なのだし、してもらえばよかろう。そういうわけにも。ご命令ですか？
ご命令とあらば仕方ありません。おいしいです。で、夫殿、何やら満足したところで少し良いか？いや、まあそれもいただきたいが、そうではなくてだな。夫殿から見て我が武田の軍はどう思う？騎馬軍団は我が武田の誇りなのら。騎馬隊がすごいことは分かっておる。そうではなくて我が軍の構造についてだ。じゃあオラはその辺どうなってるのら？実はそのあたりの指南書をトトがまとめていてな。他国の良いところも少しずつ調べていこうということになっておる。紅葉軍艦と名付けたのら。国の情報は集められるが、中の情報まではなかなか難しくてな。ご主人様、は裏からこそこそ聞くのは性に合わぬゆえ直接聞いてみたが、やはり無理か。夫殿は織田の棟梁の夫殿ではないのか？ご主人様？本気で言ってるのら？トトたちも本気で教えてもらえるなんて思ってないのら。自分はご主人様の判断に従うだけです。ご主人様が正しいとお考えならそれが正しいことかと。なかなか苦労するな、コナミ。もう慣れました。ならその健介隊の話を聞かせていただけますかな？足利の将軍様が副将っていう時点で参考にならない気がしてきたのら。まあ黙っておれ。これはこれで面白い。でその先は？鉄砲部隊がいるなら鉄砲奉行とか、あとは足軽奉行とかコニラ奉行とかいるはずなのら。そうですね。おそらく梅様かと。は。ふん。今はコロ殿の下についていらっしゃいませんでしたか？待て待て、ちょっと待つのら。なんで新田健介がそこまで将の配置を知らないのら。おかしいのら。いくら指揮を他の将に任せてるからっていくら何でも
今回ばかりはトトの言う通りである。いくら夫殿が直接指揮を取っているわけではないとはいえ、そこまで陣ぶれがわからぬものか。しかもコナミまで。はというかだったらシノが指揮を取ったり、コロっていうのが鉄砲を指揮したりとかもあるのら。参考にならないのら。それだけこなせる将の育成にどれだけ手間をかけているのかという話だな。なおさら参考にならないのら。よもやそれが分かっていてこの話を。異能集団にも程があるとしか言いようがござらん。時間のムラだったのら。こんなのとても公用軍艦には載せられないのら。ま、それが夫殿のやり方ということなのだろう。それはそれで面白かった。さて、桃も食ったし支度に戻るか。新田健介、覚えておくのら。なんでお前なんかにお腹いっぱいにされないといけないのら。何がムムムだ。トト、貴様には出陣における心構えを説いていた最中だったからな。そちらもしっかりと話しておかねばな。そういうのはもう聞き飽きたのら。健介、健介たちこそ。親方様。トトと桃。どうかした？トトはお腹がすごく空いてるのら。じゃあ桃食べる？どうかした？なんでもないのら。ならいい。健介も食べる？新田健介。なら一緒に食べる。春日は？節はこれから準備の続きがありますゆえ。夫殿、トト、親方様のお相手は任せたぞ。春日様。桃は新鮮。トトに不可能なんかないのら。親方様の桃ならお腹いっぱいとか関係ないのら。いくらでも食べてみせるのら。